もう絶対に参考にした方がいいのがイクシーさん。この同じ位置とかでも何か持たせるってなったらまた変わってくる。この中でめっちゃうまいなーって思ってるのがイクシーさん。腰から上で100枚とかやったらいくらでもあるんじゃない？ポーズとかカメラアングルって言うけど、もしね、腰から上っていう条件でイラスト100枚って言うんだったら、もう絶対に参考にした方がいいのがイクシーさん。イクシーさんって、まず顔描いて手描くの。で、それで顔と手の位置でポーズ最初に作るのよ、まず。こうやって、こうやって、こうやって、どう見えますかみたいな、こう連想ゲームみたいにしてる感じなのよ。同じさ、手の維持とかでも、動き変えるとさ、ほらもう違うやん、なんか。違うやん。同じ位置やねんけどね。顔の丸があって、こことここで、同じ位置やねんけど、手の動かし方をちょっと変えるだけで、こうやるとなんか、殴りかかってるみたいやんか。いやいや、こういう連想ゲームやな。こっからイメージどう膨らませるかだよね。ここはやっぱりそのポーズを見た時の知識量よな。で、このポーズに何か見出せないって人は、それはね、今ちょっとイラストを見た時の感情、これってどういう時に撮るポーズだろうっていう知識がちょっと足りない。だから、こっからでもまだ進化して、ただただ横向きに向くとかじゃなくて、こっから煽りポーズにして、重ねを利用して、もう出来上がってくるから。同じ手のバリエーションでも、同じ位置でも、どう腕を動かしたら、パッと動かした時でも、この同じ位置とかでも、何か持たせるってなったら、ほら、また変わってくるやん。こうやって何か持たせるってなったら、ほら、また変わってくる。お命ちょうだいみたいな感じになるやん。だから発想はここは自分でなんかいろんなもん見て思い浮かばんにはいかんところよね。みんな。ここは人生経験がやっぱ出てきたりだとか、よく漫画読んだりだとして探さなきゃいけないポイントかなって思う。だから同じようなものばかり書いてしまいますって、これ同じようなものやん。で、同じようなもののアレンジ力やな。みんな結局同じようなものを書いてるはずやねんけども、やっぱここが応用よね。だってここ買ってもしちょっと手のひらのこうなんか平べったくしたらさ、これでなんかお盆持ってるみたいに見えるやん。こっち買ってほらウェイトレスさんみたいになるやん。で、さすがにここまで腕きついかなみたいになったら、それで調整してあげたらウェイトレスさんになるやん。こうやって出来上がっていくのよな。こういうこと。全然違うやろ。だから結局結構同じようなもん書いてあるたりするんだけど、同じもんっていうのでも腕が一つ変えるだけで全然違う。で、毎回言ってるけど、これに説得力持たせるのは、やっぱりこの肩周りがずれたら意味がない。だってほら、こう別に胸の下ほぼ意味ないやん。書いてないやん、実際。これだけで十分やん。動き表すの。ここだけでもういけてない。人の動きって。胸なんか書かんでいいやん。先にみんな胸書いちゃうけど、もうこれだけで遊べるんじゃないかって思うわ。丸書いてこう書いて。同じとこね、こことここやろ、こことここ書いて。ここなんか押し付けられてるみたいな感じにすると、ああ、いけませんっていう風に壁に押し付けられてる人みたいな感じにも書けたりするし。全然違うよね、やっぱり。ただ同じポーズやけど、顔の向きを変えるだとか、手を変えるだとか、肩の位置を変えるだけで全然違うよね。ここはだからもうみんな勉強というよりかはいろんなコンテンツを見たりして、アイデアを増やしていくっていうかな。だから、この書き方だけでも全然楽しめると。この中でめっちゃうまいなーって思ってるのはイクシーさん。アニメーターさんとかでももうめちゃくちゃうまいけど。よく知ってる中やったらイクシーさん。目立つかなって。ぜひともやってみたらいいんじゃないかな。一番最初の練習方法としてはやっぱりこれで練習したらいいんじゃない？いろんなとこまた縛ってみたらいいんじゃない？顔の角度は必ずこれみたいな。この向きでまた手の動かす場所だけ変えてなんかいろんなことをするみたいな。これだけでもなんか違うやん。手の位置変えただけでもなんかちょっとちゃうやん。この人やったら手こう動かすと捕まってるみたい。御用だーってされてるみたい。こう肩の位置をちょっと変えるだけでもさ、お、やんのかみたいな。ボクシンググローブみたいなのつけたら違うやん。で、これを棒やったりするとさ、肩を反らしたりしてさ、これ腕ついて胸つけてたと、またほら、なんか違う何かが生まれるやん。あえてなんか、また別のポーズ思いついたなと思ったら、ほら、まさかり担いだなんかみたいに見えたりするやん、これ。間違いなく同じあれからできたやつやけど、違うやん。こういう遊び方ができるよ。で、書いたのは、胸なんか書いてないやん。顔と手と肩しか書いてないからさ。
こっからあと、それ用に付属品をつけていけばいいだけやから。胸バルンバルンでもいいし。でも服描いた方がいいと思う。鎧描いちゃうだとかね。こういう遊び方ができると思うから、ぜひやってみてくれ。こんばんは、イルモラです。最近ブレンダーを使って絵を描く人がいると聞きました。どのようなプロセスかでも知りたいです。こんなん難しく考えんでいいよ。ただ単に 3D 素材使ってるだけ。写真使うのと言って変わらんもんよ。まあ僕も構図決めとかみたいな感じで、こういう素材を使うやん。で、こういう素材作って、この素材を自分のイラストに変えていくのよ。僕のネタの構図が一つ公開してしまう。まあ、いつも全然描けないんですけどね。まあでもこれ、肘周りとかがそのまま描いちゃうとおかしくなる。その辺気をつけなきゃいけないんだけど、3D 素材は関節周りがマジでよろしくないので、関節のお勉強は絶対せんなあかんねん。先生も 3D 使われるんですね。みんなさ、はっきり言ってさ、こんなポーズさ、見えなくないはっきり言うけど。カメラ持ってる人がさ、アイドルの周りをさ、こうぐるん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 こうやって動いてるわけやん。そのさ、テレビ番組とか見てる時のさ、一瞬じゃない？こういうかっこいいポーズのシーンとか。そんなんさ、なかなか発見できんくない？でも 3D ソフトやったらそういうの簡単に、これ見たことあるなーってみたいな感じでさ、参考にできるやん。まあでもあくまで参考やけどね。関節周りとか、キャラクターのデフォルメが弱かったりするし、あくまで参考にしか使えない。マイク買ってなんかめちゃくちゃでかくなってるしね。複雑な思いをしながら自撮りします。当たり前の行為やって。まあでも男はめんどくさいのよね、ほんま。今の世の中もう、女絵描きはマジでね、アドバンテージでかすぎんのよ。自分がもう資料になるからな。ほら、こう書いちゃうとさ、なんかすごいほら、マイクが近いってことがよくわかるやろ。こういうの修正できるように、日々努力してないと、この修正ができないんだよね。だから結局、3D ソフトを使ったとしても、本来ちゃんとそのポーズできるかどうかっていうのは、普段から絵描いてないとわからへんのよね。ど素人が 3D ソフト使ったところで、そのポーズが合ってるかどうかするのはわからへんし、とんでもないポーズ出来上がってんのよ、実際は。で、そんなとこ腕曲がらないよとかさ、ある程度人間の可動範囲分かってないとさ、3D ポーザーってどこまでも関節が曲がったりだとか、手があらぬ方向に曲がっていってるのさ、素人で気づかないの。いや、おかしいよ、それ曲がってるのおかしいよってめちゃくちゃ手首ひねられてるよ、みたいな。分からへんが。だから、あんまり使ってもしゃあないのよ。だから上手い人の絵を真似しろっていうのはそういうことなの。3D ポーズから一気に使うなんて無理無理。無駄じゃないけど、あまりにもちょっと、まだ早いから。初心者が最初に手を出しちゃいけない資料だと思う。そうそう、不自然じゃないかどうか分からへんやん。それってね、やっぱりね、美術解剖学だとか、クロッキーとかを毎日しっかり目を養わないとやっぱり無理だよね。で、これ 3D ポーザー使ったとしても、ちゃんと実際の自分のデフォルトに直すと、あれなんかそんなにいい構図じゃなくないみたいになるのよ。これがね、残念な感じになるのよね。あれみたいな。あれ思ったよりなんか迫力なくないみたいな。でそこでね、やっぱりこうまた、あまりにもこうやってやっちゃうと違うから、結局は参考にしたところで、じゃあどうやったら雰囲気そういってんねやろうなーっていうのはまたここで試行錯誤せんなあかん。でかくした方がそれっぽくなんのかな。俺の方針やったらこうじゃないな。まあ、結局こうやってめちゃくちゃ悩むようになるから、3D ソフト使ったところで僕らもこうやって悩み出すから、まあ、難しいもんよ。難しいもんですよ。はい。じゃあ今日はこんなもんでええかな。もうほぼほぼこれで上手くなっていくでしょ、みんな。てんてんてん。ててんてんてん。ててんてんてん。ててんてんてん。トゥントゥクトゥントゥクトゥントゥクトゥントゥントゥトゥントゥトゥン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 トゥトゥントゥトゥントゥントゥ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 ト
タンタタンタタンタンタンタッタタッタタッタッタタン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 タタン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 うん、辛さ